はい、そしたらこんな感じで塗装できましたね。なんでこうなった？はい、おはこんばんは、オリーブです。はい、今回なんですけど、このボートもともと何も装備がついていない状態で、船外機を取り付けるマウントすらついていなかったんですよね。なので自作で色々作って装備を充実させていったんですが、まだ使いづらいなと思って、まず2人で乗る想定なのに椅子が1つしかついていなくて、前に乗る人が直で乗る感じになっているんですよね。それと仕掛けを作ったりとか物を置いたりするテーブルみたいな装備も一切ないので、これは一大事だなと思ったんで、じゃあ作るかってことで色々考えたんですが、テーブルの上下のスペースを使える動く作業台があったらすごく便利じゃないって安易な考えで可動式作業台を作りました。作ってる本人は釣りもしないのにね。で、前側のここに作業台を作るんですが、前ってこのフレームしかないんで、最初に作業台を乗せるためのフレームをボートの前側に作るかってことで、こんな感じで穴を開けたりとか切ったりしながら、横とか縦とかに追加でフレームを取り付けていったんですよね。で、順調に進んでるなとか思ってたんですが、気づかない間に問題が発生していました。はい、これなんですけど、さっき追加したこのフレームが干渉して、オールが自由に動かせなくなってしまったんですよね。じゃあどうやって解決したのかっていうと、ここにオールがもともと差し込まれていたんですが、このオールを受けるパーツを干渉するフレーム側に新たに作って、干渉問題を解決したんですよね。はい。で、作業台を作っても椅子がなかったら使いづらいので、フレームに適当に穴を開けて、椅子をボルトで留めたら、二人で椅子に座れるボートになりましたね。後ろが運転席で、前側が釣りをする人用の椅子ですね。はい。で、このできたフレームにやっとこれから作業台を作っていくんですが、今回は動く作業台を作っていくので、動く仕組みを作っていかなきゃということで、フレームに適当に穴を開けたら、ボルトを通してダブルナットで留めて、こんな感じの動くフレームを作りました。このフレームに2枚重ねた板をボルトで固定して、ボートが傾いた時に作業台から物が落ちないように枠をつけたりしてパテで埋めて塗装っていう流れなんですが、気づかないうちに第2の問題が発生していました。これ厄介なことに塗装が終わっているのにオールと作業台が干渉してしまったんですよね。作業台が開かなくなっちゃいましたね。ここの部分ですね。最悪だって思いながら作業台を分解して加工して組み立て直しました。で、一応車載時とかボートを動かしている時とかに勝手に開かないように開き止めをつけて、これで止まるかな。ちょうどいいな。今これは外せるものを外して仕上げの塗装の準備をしているところですね。そんなことより気づいちゃったんですけど、 YouTube では多くの人に見てもらうのに親しみとか心を動かすような要素がないとただの記録映像だみたいなことが調べてたら出てきたんですけど、で、このチャンネルの作業中って映像を垂れ流してるだけだなって思ったんですよね。だから作業中にこれからは喋って親しみを持ってもらおうと考えたんですよね。どうやら塗装が終わったみたいです。乾いたかな？はい、そしたらこんな感じで塗装できましたね。この両脇の作業台を固定する金具も元に戻しました。あとは穴を開けて塗装したら完成です。穴を開けて、
いきなり作業台に穴を開け出しましたが、これについては後ほど説明します。結構綺麗に切れたな。大胆に穴を開けたところも塗装していきます。はい、これも後ほど説明しますが、とりあえず今は手が汚れないようにビニール袋を手につけて、穴を開けたところの内側にボンドを塗っているところですね。そしたら乾くのを待つか。ボンドが乾きました。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、あとはつけるものをつけて養生を外して組み付けたら完成です。ということで完成しました。そしたら近くでどんな風にできたのか見てみます。はい、まずはこの2箇所に勝手に開かないように固定するためのパーツを取り付けたので、こちらを解除するとこの可動式の棚を開くことができます。開けるときは取っ手を2箇所つけたので、左手でも右手でも開けられるようになっていますね。そしたら開けてみます。裏側はどんな感じになっているかというと、はい、こんな感じで板の裏にこのフレーム2本が固定されていて、2本のフレームの下の方ですね、2箇所に穴が開いています。さらにこの縦のフレームにも穴が開いていて、横からボルトを通すことでこの作業台が閉じたり開いたりします。はい、補足なんですが、ここの矢印の部分は寸法をシビアに作ってあるので、開き止めを使わなくても勝手に作業台が開くことはないと思います。それと作業台の手前側だけ枠を取り付けなかったんですが、これは作業台とフレームの間に段差があって、フレームの方が高い位置にあるので、枠をつけなくてもフレーム自体が枠の役割を果たすので、作業台の手前に枠は必要ないだろうなということでつけませんでした。この作業台を可動式にすることで、閉めた状態の時は上で仕掛けを作ったりして、開いてる時は下のこのスペースに物を収納することができます。こんな感じですね。あとは閉めてロックをかければ、船を動かした時でも作業台が勝手に開かないように作ってあります。このフレームの下の部分は何も板を取り付けていないので、下に手を入れれば収納スペースから物を直接取ることができますね。さらにもう一つ、はい、今作業台の正面に来ているんですが、一番最後に作ったこの左の穴ですね、これ何に使うのって気になってる方いると思うんですが、この穴は使い方としては、この作業台の上で仕掛けを作るときに竿をどっかに置いたり抱えたりしながら作るのは大変かなと思ったので、ここに一時的にこんな感じで差し込んで、糸だけ手繰り寄せてここで仕掛けを作れるように作りました。これがなくても仕掛けは作れるかもしれませんが、あった方が便利かなと思ってここの穴を開けてみました。ここの竿受けを作るときに少し工夫したんですが、内側に木工用のボンドを塗りました。なぜ塗ったのかというと、ボンドは塗った後に乾くと弾力性のある塊になるので、塗って乾いた後に少しでも竿が傷つきにくくなるんじゃないかなと思って塗りました。今回は家に転がってたボンドを適当に塗ったんですが、用意できるなら固まった後にゴムの材質になるコーキング剤とかを塗った方が本当はいいと思います。この穴の部分は4センチの太さの竿まで入ります。はい、あと最後はこの作業台、最初はこれぐらいまで広く面積を取っていたんですが、そうしてしまうとオールを取り付けた時にここで干渉してしまうので、作業台の干渉してしまう両脇の部分を切って小さくしました。あとはこの両脇の部分が
船体から少し飛び出しているので、壁に近づいた時にぶつかって削れてしまうかもしれませんが、作業の工程が増えてしまうので、この状態でもいいかなということで完成させました。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。前の方に座席を追加して2人乗り仕様にしたのと、作業台を追加して釣りの仕掛けを作れるようにしました。思ったようにいかなくて作るのが結構大変でしたね。まだ偽装を追加していく予定なので、次回その動画を作れたらいいなと考えてはいますが、予定を変更して他の動画を撮影するかもしれません。あとは奥さんに商工に出て実際にボートの使い心地を試してもらおうと思います。チャンネル登録やグッドボタンを押していただけますと、すごく動画制作の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。いやー、ものづくりって本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。